こんにちは、聖堂です。悪筆は治るのか？とてもチャレンジングなテーマです。ここに一冊の本があります。字が汚い。そのものズバリのタイトルで、様々な人たちの字の悩み、何とかしたいという思いと行動がリアルに描かれた力作です。いろんな本音が登場する中で、なるほどと思ったのは、字に悩む人は別に美文字を書きたいのではないということ。恥ずかしくない程度に読みやすく整っていればいい。できれば大人っぽい字で。それが多くの人の本音であることがわかります。納得です。となると、ある疑問が浮かんできます。世の一般的な字のレッスンは、その本音に答えているのでしょうか？その疑問を掘り下げれば、何かヒントが見つかりそうです。キーワードは意外にも武道の型。型。物の基準となり模範となるもので、あらゆる分野に型が存在します。字の練習においては、手本がそれに相当するでしょう。手本を見てそっくりに書く。手本という型を習得するわけです。一方、型には何か決まりきったものというイメージもありますが、そうでないのを教えてくれるのが武道の型。私のような素人には、まさに型通り、特定の決まった動きに見えます。ところが、型の動きというのは、あらゆる局面に対応した極めて高度かつ実践的な内容になっているそうです。では、字における型、手本はどうでしょうか？全く同じと思います。字は本来は点画の集まりに過ぎないところをパターンや特性に応じて最も良いと思われる形に仕上げたのが手本の字です。長年の試行錯誤の成果であり、武道の方が知恵と経験を凝縮しているのと何ら違いはありません。そう考えると手本というのは基本というより高度な理想形といった方が正しいかもしれません。すると一つ困った問題が出てきます。いきなり取り組むにはハードルが高いのです。それはまるでプロ選手のプレーをお手本として示されて、この通りやればいいよと言われているようなものです。いやいや、それは例が極端すぎると一蹴されそうですが、そうとも思いません。古典であれ、先生の字であれ、一つの完成形を最初から手本にしてうまくいくのでしょうか？普通に考えると何かステップがあっても良さそうです。ペン字の教材を見ると、大抵最初はペンの持ち方や基本の動きから入り、一見ステップを踏んでそうです。しかし、手本が登場するや、美文字の指導が矢継ぎ早、生徒は次々に理想形を突きつけられ、自分とのギャップに唖然とし、そのうち自分には才能がないのだと思い始める。そんな感じではないでしょうか。もし本当にステップを踏むのであれば、字体から入るべきだと思います。字体とは文字の骨格で、その字であるとわかる概念です。例えば、これは何の漢字かと聞かれると、私たちは川だと答えるでしょう。少々傾いていても不揃いでも答えは変わりません。それは川の字体はこうだという私たちの概念の範疇に収まっているからです。ところがこうなるとどうでしょう。小の字に見えてきます。川の字体を飛び出して小の字体に近くなるからです。さらにこうなると漢字ではなくカタカナのつに見えてきます。つの字体に近づくからです。当たり前のことを言っているようですが、字体通りに書けていない字はいくらでも存在します。字は読めなければ意味がありません。字の骨格を正確にマスターすることが全てのスタートです。次に出てくるのが字形。文字通り字の形でどこをどのように書いていくのがいいのか、表現の問題です。これにも順序があります。
何といっても読みやすい字にするのが第一。そのためには点画の偏りを調整し、字をすっと読めるようにする。このステップは重要です。そしてようやく綺麗な字を書くステップに入っていく。感化結構。簡単に言うと文字の組み立て方のことです。線の長さ、バランス、間隔といった美文字の要素を加えていきます。ここにも絶対外せないものから軽めのものまで優先順位があります。つまり流れとしては、読める、読みやすい、美しい。この順序で理想の字に近づくことができます。しかし現実にはこうした形で教える教材にはまずお目にかかりません。一つには丁寧すぎて教える側が大変という事情もあるでしょう。しかしそれよりもっと大きな理由があります。学ぶ側の事情です。字に悩んでいる人ほどすぐに何とかしたいと思っています。短時間で綺麗な字が書けるというキャッチコピーにとても魅力を感じます。その結果、教える側も学ぶ側も最初のステップを省いて、いきなり美文字に取り組むことになります。これは勝手な推論に過ぎません。しかし、宣伝通り短期間で上達する人がどれだけいるかというと、極めてクエスチョンなのは事実です。いきなり美文字を目指しても行き詰まるのは当然です。では、少しでもこの状況を改善する手立てはないものでしょうか。ヒントを求めて再び武道の型に戻ります。型という理想形を習得するのに必要なのは動きの制限であると言われています。初心者には無駄な動きが非常に多いそうです。型を取り入れることで無駄な動きを制限する。制限することで一層型が習得できる。大きなヒントです。発想を変えましょう。練習しても手本のように書けないのは何かが足りないからではなく、逆に余計なものが多すぎるからです。その多すぎるものとは個々人の癖です。どんな人にも癖はあります。年を重ねるほど癖も積み重なっていきます。その重い癖を持ったまま新しい字に変えるのは並大抵ではありません。ゼロから始めるよりはるかに困難です。となればやることは一つ。自分の字から余計な癖を削いでいく。それにつきます。しかしそんなこと言ったって何が癖なのか自分ではわからない。わかっていれば苦労しないとの声があるでしょう。全くその通りです。ここで手本の出番です。癖を知る手がかりとして手本を使います。手本をじっくりと観察しましょう。何が違うのか、大きすぎ、長すぎ、曲げすぎ、力の入れすぎ、過ぎている部分を徹底的に観察します。手本がなぜ美しいのかではなく、自分の字がなぜ汚いのか。主役は手本ではなく自分の字です。それでも自分の癖というのは分かりにくいかもしれません。その時は人に聞くのが一番です。先生である必要はありません。なぜなら日常生活で私たちの字に接するのは今そこにいる人です。先生ではありません。普通の人がどう受け止めるかが重要です。率直な指摘は貴重で、しかも大抵的を得ています。そこでもう一つ効果抜群の裏技をお届けします。人の字を添削してみましょう。自分の癖はわからなくても、人の癖は簡単に指摘することができます。第三者の目で冷静に見れるからです。先生になった気持ちで、もっとこうしたらいいよと頭の中で添削しましょう。その上で、さて自分の字はどうかと振り返ってみる。大丈夫だと思うか、むむっとなるか、いずれにせよこれまでとは段違いにはっきり自分の字が見えてきます。
このようにいろんな工夫で観察力を高めていきます。書く練習よりむしろ見る練習がその後を左右します。自分の癖が分かってしまえばゴールは目の前です。しかしここでも厳しいツッコミがあるでしょう。自分の場合、癖はとっくに分かっている。分かっているけどどうしたらいいのか分からない。だから困っているのだと。年代がバレますが、分かっちゃいるけどの世界です。そこで次なる方法。半ば強制的に字の癖を削ぎ落としていきます。やることは極めてシンプル。大きく名前を書く。それだけです。ただし、これは本当に大きな字でないと意味がありません。A4 サイズに一文字。巨大です。これだけ大きく書けばごまかしが効きません。癖、欠点がそのまま拡大されます。恐ろしいことです。でもめげずに何枚か書き続けましょう。手本という理想形にこんな巨大なサイズで似るわけがありません。しかし何枚か書いていくと不思議な現象が起こります。ほんの少しずつ美文字とはいかなくても読みやすい字に変わっていきます。なぜでしょうか。これだけ大きいと早く書くことが難しくなります。勢い任せの雑な線は引けません。スペースはふんだんにあるので、線と線の間隔も取るようになり、しかもある程度揃ってきます。極端な傾きも減ってきます。変な言い方ですが、癖を発揮する余地がだんだんなくなってくるのです。その上で普通のサイズに戻すのは簡単です。むしろ楽に感じられます。もうこれは口で説明するよりもやっていただくのが一番です。実はこの大きく書くやり方、悪質の矯正用ではありません。上級者まで使える効果的な練習方法です。別の動画で詳しく取り上げていますので、どうぞそちらも覗いてみてください。ちなみに練習するのはなぜ名前なのか。おそらくこれまでの人生で一番書いた字が名前だからです。皆さんの癖が一番凝縮されています。それが改善できればもう怖いものはありません。まとめます。手本は理想形です。そっくりに書こうとするにはハードルが高すぎます。ステップを踏んで読める、読みやすい、美しいと進むべきですが、時間を要します。そこで武道の型に学び、無駄な動きの削減に焦点を当てます。無駄な動きとは癖です。自分の癖を知るのは容易ではありません。手本をじっくり観察する。人に聞く。人の字の添削も効果的です。癖が分かったら名前を大きく書いてみましょう。だんだんと癖が抑制されます。そうして初めて悪質が読みやすく整った字に生まれ変わります。今回は以上です。字を変えるのは本当に大変ですが、今回のアプローチが悪質で悩む方の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。